はい、こんにちは。合気道 F ラボです。何見てましたか？え何見てましたか？オリンピックです。ということで先生、今日は、こういう形です。一挙の裏ということで、以前一挙の表のいろんな一挙の書き方がある。リクエストで裏はありますかっていうのがありましたので。裏はそんなにないんですけどね。そうです。一応テーマにはしてみたんですけれども、一応取ってみようということで、お願いしたいと思います。ということで、何か見てました？本編をどうぞ。はい、正面一一挙の裏なんですけど、全般に言えるんですけど、自分の稽古のテーマの一つとして、大きなテーマの一つとして、非が相手と自分の重心をどう扱うかっていうのがあって、まず対別すると、攻撃だから、もたれかかりではなくて、ちゃんと重心移動。もう一息。押すのでもなく、もたれかかるのでもなく、重心が移動してくる。はい。相手の重心が移動してくる。この移動に乗る場合と、その重心を、なんですかね。その相手が来る重心をそのまま受け入れるバージョンと、その重心を浮かす。感じれるかな？いや、浮かしといて落とすっていうのと、二つ、ちょっと見た目は分かりにくいかもしれませんけどね。使い分けている。あと、初心者の方なんかちょっと難しいのは分かっててお願いしているのは、あと足さばきですね。入り身、転換、一重身って。私も長いことそうでしたけど、先に移動しちゃって、後で手で引っ張ってくる。この状態で関節決めて持っていくとか、呼吸力で持っていくとか、それは持っていきはいろいろあるかと思うんですけども、体さばきの稽古としては、入り身ですね。で、転換の遠心力で持ってくるという状態ですね。で、今度、それをやるための体さばきとして、そのまま相手の重心を前に引き出すときに、自分が体を振っちゃうと、ここでもう流せなくなってる。そのまんまスッと体を開ける。体さばき。浮かす方は入り身で重心を浮かして、これは手でもうちょっと踏ん張ってていいですよ。ガッと肘で押さえつけてて。これ脚力で。手の力と足の力で上げようとしてるけど、上がらないですよね。そうではなくて、相手の重心を浮かすために自分も重心を浮かして落とす。ってなことを裏の時には稽古してますね。あともう一つは、池谷さんこれおできになってるんですけど、今度受け身の方として、相手がそういうふうに重心を浮かして落とす、あるいは重心をそのまま流してくれると、スーッと来て、パッと受け身が取れる。いいとか悪いとかじゃなくて、ちょっととりあえず。こんな感じでとか、そのまま力も猫になっちゃってるっていうのとは別に、受け身が取れる。パッと。スッと受け身が取れるというと、ちょっと綺麗に見えるかななんて思いながらやってます。今一挙つながりということで、半身半立ちの一挙の稽古をしてまして、ここで
半身半立ちの場合だとどうしても普通に立ってる場合と違って動き出しの足の動きがどうしても遅れてしまうっていう悩みがありまして、これね、結局重心移動でさっき話してた、ぐーっとそう重心が移動してくるじゃん。これを流したいんだけど、自分の体が振ってたら、そう、違うベクトルが入ってくるじゃん。こう来てる以上、それ以外のベクトルは与えたくない。つまり、動き出しで、プレパレーションというか予備動作をしてしまう。立つのも一緒で、正面打っておいて。これ当たるやろ。そうそう。立つのに、よいしょが入るから、これ執行の時も言いましたけど、この足を出す時にこっちへの重心移動で一コマ使っちゃうと、もう遅いよねって。スーッと立っていかないと、ごめん。悪いな、キロピンの時は本当にいつもやっちゃう。こっちはもう一緒で、こっちを動かそうと思うときに、一旦こっちに体重移すんだよね。多分このこと言ってるんだと思う。で、その予備動作なしに重心を動かすってことをつまり稽古をしてるんだけど、まあ、一番単純に言えば、こっちに倒れればいいのよね。立ち上がろうとするから支え足が欲しくて、こっちを支えに使って動こうとするから。もう、どうしても、というか手っ取り早い方法としては、こっちに倒れ込めばいいよねって。まあ、ただこれじゃ技になんねえから、それに足がついていく状態に、手足がついていく状態にしたいわけだけども。相手に振られて動いてしまうのは、それね、合わせの問題なんだよ。これね、予備動作が絶対ダメなのかっていうと、合気道的には、ちょっと打っておいて。はい、ここで合いましたっていうね。合わせに行って、向こうがそれを反応してくれれば、もう予備動作やる余裕が生まれるというか。これちょっと審査とは違うけど、審査のようにはならないけど、ぐっと、これに抵抗してこの足出すのはもう無理じゃん。だけど、ここでいわゆる合わせができると、一緒に動けますよっていうことになるし。はい、ということで本編の方見ていただきましたけれども、木下さんどうですあれ木下さんのおかげですごいものが見れちゃいました。どうでしょう、メインのはずだったのになんかちょっとだいぶ全然どうでもよかったですね。はい、後半がすごすぎて。はい、先生は、まあ、前回の動画にも出てきたその、力の合わせ、動きの合わせ、呼吸の合わせっていうのもあったんですけども、合ってしまえば何でも対処できるっていうのかなってちょっと見ながら思っちゃった。そうです。極端に言うとやっぱ合わせる力が強くなれば、なんか細かいこと言わなくても、いつも言うめんどくさい、なんか体のこう筋肉とか骨格の話とか実際もいらなくなるような気がするんですけどですね。そっちにばっかり流れるのもどうかなと思って、まあ、2本柱でやらせてもらってます。まあ、型は型としてちゃんとやっていく。そう、もうそうですね。型をお借りするのは一緒なんですけども、今日は体さばきをメインでやるよ。自分の細かいその筋肉とか骨格の動きを理解するためにやるよっていうのと、まあその、本当に合わせを目標にしようねっていう。まあ、どちらも大事っていうことですね。はい。わかりました。特にオチはありません。いや、これ、池谷評価アップの企画じゃなかったですか？そうやった。違う方向行っちゃったじゃないですか。そうか。そうですね。木下さんのせいじゃないですか。一応多分今この辺に解説は出てると思うんですけれども。いや、でも、お上手でしたよ。ありがとうございます。はい。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では、また次回の動画でありがとうございました。